はい、こんにちは。多聞丸のカンコレ、提督の多聞丸です。本日は11月の16日になりました。早いものでもう11月も、半ばを過ぎたということになりましたね。本日も、元気に配信をしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、本日は、奇跡の駆逐艦の、雪風、こちらの任務ですね。先日アップデートされた、新しい任務をやっていこうかと思います。最初にですね、任務の内容について、ご説明したいと思いますので、よろしくお願いします。空母9さん、今日も、コメントありがとうございます。こんばんはです。今日も元気に配信していこうと思いますので、よろしくお願いします。本日は、機関、雪風を含む合計4隻以上の駆逐艦を配備して、盛況な演習艦隊を編成。本日中に演習で S 判定以上の勝利を4回以上達成せよ。なので、機関には雪風、そして駆逐艦を3隻、自由枠を2隻として、当日中の演習で4回 S 勝利で達成ということになりますので、以前の演習 T タイムの時は A 勝利で良かったんですけども、今回はS 勝利が必要になるということなので、確実に勝利をしていかなければならない、そういったところがありますね。それでは、早速任務の方始めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ですね、雪風には同じカゲロウ型駆逐艦ということで、第16駆逐隊というメンバーがいます。イラストで紹介しますと、左が雪風、真ん中が天津風、そして、時津風に初風と、こういったメンバーで、構成されています。今回は駆逐艦が4隻必要になるということなので、駆逐艦はこの4名で、選抜させてもらっております。その他は練習巡洋艦の柏、そして私の嫁艦である飛龍、この6隻で演習を行おうと思っています。A 勝利であればもう少し、有力選んでよかったんですけども、やっぱり S 勝利取るとなりますと、相手の艦隊にとってはちょっと難しい艦隊も想定されますので、連度の高い艦務で構成させていただいております。こちらはすずめさんという方のイラストをちょっと借りて、使わせてもらっております。それでは、ゲーム画面の方ですね、出していきたいと思います。編成は先ほど、紹介しました通り、第16駆逐隊の4名、練習巡洋艦の香取、そして飛龍ですね。こちらの6名であれば、任務は達成できるものだと思って、選んでいます。それでは早速、戦闘の方ですね、開始していきましょう。雪風からも頑張ります。いただきました。まずは任務のチェック状態を確認しましょう。一生涯ソロプレイヤーさん、こんばんはです。今日もよろしくお願いします。演習
このチェックは、きちんと入っていますね。では、準備もできましたので、早速、練習を始めていきましょう。いきなり強敵ですけども、こちらを選んでいきましょう。では、単獣陣で戦闘開始です。おめんさんも、こんばんはです。本日は、練習任務になっておりますが、ゆっくり見ていてください。日頃の成果を今でも沈みませんから、艦隊をお守りします。なんでこっち来るのよ。無理な作戦は嫌だ。すごく嫌。やられました。でもまだ砲は撃てます。一勝ちは浴びせてやります。艦隊をお守りします。さあ叩くよ。なんでこっち来るのよ。やだ、首つながってる。大丈夫。一度いい風が吹いてる。横お姉さんに落とされてからなんでしょう。歌手が怖くて大日攻撃の4を今は戦うのに。逃がさないわ。かなり厳しいですね。でも野戦で何とかしてくれると思っております。やっぱりちょっと火力が足りなかったのか、勝利取らないといけないんですけど、勝利になってしまいましたね。これでもう負けられません。でもまだ、可能性がなくなったわけではありませんので、続けていきたいと思います。これなら、大丈夫そうですね。行ってみましょう。たとえ最後の一貫になっても叩いてみせます。大日攻撃の用を認めます。急いで。どうよ。ね、カモン丸、見ててくれた？はい、まずは、一勝ですね。ありがとうございます。やはり桐生かっこいいですね。艦隊が起動いたしました。雪影、補給感謝です。はい、頑張ります。さあ、続けて、演習ですね。行ってみましょう。さて、3番目。こちらは単管の人ですね。ここは、勝たせていただきます。出撃です。
後の一巻になっても叩いてみせます。どうよ。ね、カモン丸、見ててくれた？はい、今回も、飛龍が、MVP ということでしたが、おめんさん、コメントありがとうございます。これで、2勝目ということですね。さてさて、残り2勝ですね。さあ、次の相手は、こちらも、単管のようなので、勝たせていただきます。はい。雪風は沈みません。たとえ最後の一巻になっても叩いてみせます。大日攻撃の用を認めます。急いで。どうよ。ね、カモン丸、見ててくれた？いやー、主役は雪風なんですけどもね。でも、飛龍、嫁勘なので、ここは活躍してもらって、無事に3勝目ということになりました。ありがとうございます。雪風、普及感謝です。なんでしょう、司令官。それでは、最後ですね、4勝目に向けていきましょう。単管ですか。単管ですね。これも、勝利していきたいと思います。それでは、出撃開始です。雪風は沈みません。たとえ最後の一巻になっても叩いてみせます。はっきり言って妙高姉さんの方が私は怖いわ。大日攻撃の用を認めます。急いで。どうよ。ね、カモン丸、見ててくれた？はい、見ておりました。もう、飛龍で全て勝ってしまいました。でも、これで、任務が達成されたということは、大変喜ばしいことなので、皆さんお疲れ様です。はい。それでは、早速任務を、達成しましたので、受領していきましょう。こちらですね。奇跡の駆逐艦ですね。単発任務になります。任務が達成されましたので、受領しましょう。こちらは、給料艦ですね。こちらを選ばせてもらいましょう。そして、回収ネジも欲しいんですけども、この新型並走資材も、今回の、回収には必要になってくるので、こちらへ選んでいきます。メンさん、お勤めありがとうございます。はい。はい。これで任務の方は達成となりましたので、本日の、目標は達成されましたと言いたいところですが、本日の目標としたところは、この任務を達成して、雪風の改装ですね、こちらの方をするということが
今日私の目標でしたので、今から、雪風の階層、入っていきたいと思います。雪風ちょっとだいぶ、待たせてしまいましたが、今回から、また新たな力、持つことになります。それでは階層していきましょう。ここですね、新型並走資材が2つ必要になるという、これも地味に、大きいですね。かげろう型駆逐艦雪風会に以下の大規模改装を実施します。よろしいですか？改装了承です。改装かげろう型、用心号駆逐艦、単葉ですね。ついに実装となりました。サムネにもしてましたから、多分皆さん予想されていたんだろうなとは思いますけども、これ今後の任務は単葉で、攻略していくことになります。まだ用意が整っていないので、今日はちょっと、出撃はできませんが、なるべく早いタイミングで出撃ですね、していくところを見せしていければなと思います。一応筒艦の方も確認していきましょうか。ナンバー451番になりますね。はい、こちらですね。タンヤンでしたね。読み方間違ってましたね。タンヤン、覚えました。次回からは、タンヤンで、ちゃんとやっていきましょう。それでは、最後にですね、本日の、今日は何の日コーナーをやらせていただきたいと思います。本日はですね、こちら、はい。本日11月16日は、国際寛容デーとなっております。この、国際寛容デーとはですね、国際機関によって定められた全世界の国々、団体や個人に対して問題解決のために呼びかけ、活動を行われる日です。1995年11月16日にユネスコの総会で寛容原則宣言と国連寛容年のためのフォローアップ計画が採択されることを記念しています。寛容とは、どういうことなのかと言いますと、心を広く人の意見を受け入れること、罪や欠点を厳しく責めないで許すこと、自分とは異なる意見、宗教、異なる民族の人々に対して理解を示し寛容すること。世界寛容デーは、人類にとって最も重要な徳の一つである寛容さに関心を向ける日です。寛容であることは多民族、多文化といった人間の多様性を認めることで民主主義の原則となるものですということを、定めた日となっております。普段も、そういう徳の心を持って、接してはいるつもりがいるんですけども、少し意識するだけでもまた、変わっていくんじゃないのかなと思いまして、本日は、こちらの記念日紹介させていただきました。
少々、時間の方は早くなってしまいましたけども、最初は勝利ができずに、もしかしたら次回に持ち越しかとも思われましたが、無事に任務を達成することができました。ご視聴の皆さん本当にありがとうございます。いつも、ご視聴いただいている方も本当にありがとうございます。多聞丸のカンコレ、提督の多聞丸です。定期的に、配信をしておりますので、ぜひチャンネル登録していただきまして、また次回も見ていただければと思います。本日は、ご視聴いただきましてありがとうございました。いよいよ次は、タイアンの活躍ですね、お見せできるかと思います。その時まで、しばしのお別れとなります。それでは皆さんお疲れ様でした。じゃあねー。